先日、アメリカ空軍の運用する無人機、MQ-9 リーパーが、黒海上空でロシア空軍のスホー27戦闘機の妨害によって墜落しましたが、その本当の墜落地点がどこなのかが大きな問題です。在欧アメリカ空軍の発表によると、リーパーの墜落地点はクリミア半島から南西に300キロ離れた場所とのことですので、それを鵜呑みにするとこの辺りになります。しかし、現地メディアの報道によると、MQ-9 リーパーは、クリミア半島のセバストポリにかなり接近して偵察活動をしており、その墜落地点はセバストポリ沖60キロ、とも言われています。さて、どちらの主張が正しいのでしょうか。その答えは米軍によって公開された、リーパーとスホー27の接触時の映像に隠されています。まずはその映像を注視してご覧ください。スホー27が燃料を放出しながら1回目の接近。そして2回目の接近。その直後、接触によって映像が乱れる。その後、映像が復活し、プロペラの1枚が変形していることがわかる。どうでしょうか。何か気づいた点はありましたか。それでは接触直後の映像を、もう一度スローでご覧いただきましょう。お分かりになったでしょうか。背景に注目してください。もしこれが米軍の発表の通り、クリミアから南西に300キロ離れた黒海上であれば、この近くに陸地など存在せず、周りには海しかありません。しかし、これはどう見ても陸地ですよね。さらに、接触後に背景に映った地形と、クリミア半島のセバストポリの地形を照合すると、その特徴的な形が一致しています。この画像は、クリミア半島南端のセバストポリを西側から撮影したものですが、山や半島の先端部など、特徴的な地形がリーパーの映像と一致しています。そして、そのリーパーの映像には、北の方角を示す、N、という表示があるので、接触時のリーパーの位置も、セバストポリの西側だった、ということを裏付けています。ということで、米軍の発表を鵜呑みにすることは到底できませんね。米軍の立場としては、あくまで国際空域を安全に飛行していたにもかかわらず、ロシアの危険行為によってリーパーが墜落した、という主張をしたいので、クリミアから300キロ沖に墜落、ということにしたいのでしょうが、実際にはセバストポリのかなり近くまで飛行していたことになります。まあクリミアがロシア領かどうかは置いといて、領空自体の概念、範囲、は領海と同様に、約22キロの範囲にとどまるので、リーパーが領空侵犯をしたわけではないですが、さすがにこれだけクリミアに肉薄されると、ロシアとしてはインターセプトしないわけにもいかず、でもミサイルで撃墜なんてしちゃったら、それこそ NATO の参戦を招いてしまうので、燃料を撒き散らしながら急接近して妨害するというのは、ロシアとしても苦肉の策だったかもしれませんね。今回墜落した無人機、MQ-9 リーパーは、その派生型が日本の海上保安庁に採用されるなど、多くの友好国で運用されており、高度な偵察能力と、対地攻撃能力を有した無人機となっています。MQ-9 リーパーの原型となったのは、本格的な無人機の走りとも言われる RQ-1 プレデターで、これは、アメリカの無人航空機メーカー、ジェネラルアトミックス社製の、中高度、長時間対空型の無人偵察機でした。RQ-1 プレデターの本格的な開発は、1990年代前半から始まりましたが、開発のきっかけとなったのは、1980年代、CIA が、小型かつ静音性に優れている無人偵察機を欲したことだと言われています。1994年1月に、ジェネラルアトミックス社が、プレデター開発の契約を獲得し、翌1995年4月にはユーゴスラビア紛争で初めて実戦投入され、一部が撃墜されるなどしたものの、高度な偵察任務を遂行しました。当初は偵察用として運用されたことから、偵察、
リコネッサンスの R と、アメリカ国防省で無人機を意味する Q、そして無人偵察航空機の初号機であることから、RQ-1 プレデターと名付けられました。その後、2005年に偵察型から武装が可能な多目的型へ改良されたことで、頭文字が R から、マルチの M へと変更され、MQ-1 プレデターに改称されました。その後、MQ-1 プレデターを大型かつ大幅に改良したものが MQ-9 リーパーとなります。MQ-1 プレデターと MQ-9 リーパーの大きな違いは、MQ-9 リーパーは試作機段階から、武装偵察機として開発がされたという点です。MQ-9 リーパーは、3種類の試作機が作られ、それぞれ機体のサイズや、搭載するエンジンを変更し、テストが行われました。最終的に、機体を最も大型化し、高出力のエンジンを搭載したタイプが、MQ-9 リーパーとしてアメリカ空軍に正式採用されました。リーパーは2007年から運用が開始され、2023年現在、米国においては全てのプレデターが置き換えられています。リーパーは、プレデターの後継機ですが、あくまでプレデターが原型となっているので、基本性能は共通点が多く、両機ともにあらかじめプログラミングされた経路に従い、自律飛行が可能ですが、地上管制、誘導ステーションから、遠隔制御も可能です。違いといえば、MQ-9 リーパーは MQ-1 プレデターよりも一回り大型化されていて、より多くの兵器を搭載することが可能になっています。エンジンの出力は比べ物にならないほど向上して、MQ-9 リーパーは、MQ-1 プレデターの2倍ほどの巡航速度を誇ります。ただ、こうした機体の大型化がされてもなお、MQ-1 プレデターと同様に、パーツごとに分解し、C130 戦術輸送機に搭載して、迅速に輸送、展開することが可能です。機体価格については、MQ-1 プレデターは当時の調達価格が、1機当たり450万ドル。現役の MQ-9 リーパーは、1機当たり1700万ドルと言われています。現在の為替だと、日本円でそれぞれ約6億円と約20億円、ということになります。有人の攻撃機と比べると安いですが、使い捨てにするには高すぎるので、ウクライナやロシアで多用されている自爆ドローンとは、性能や用途が違いすぎますね。さて、このリーパーですが、原型の MQ-1 プレデターと基本性能は共通点が多いものの、細かい点を比べると、それなりの違いがあります。プレデターの航続距離が3700キロなのに対して、リーパーは機体の大型化に伴い、航続距離は5900キロまで伸びています。そして、搭載兵器の数や重量に直接関係するペイロードは、MQ-1 プレデターが、おおよそ200から300キロ程度であるのに対して、MQ-9 リーパーは1700キロとされています。このペイロードの差からもわかるように、両機には搭載可能な兵器の数にも違いがあります。MQ-1 プレデターは、兵器を搭載するためのステーションであるハードポイントが、両翼下に1箇所ずつ、計2箇所なのに対して、MQ-9 リーパーは、両翼下にハードポイントが3箇所ずつ、計6箇所が用意されています。ただ、搭載する兵器の種類には大きな差はなく、主なものとしては、対戦車ミサイル、AGM-114 ヘルファイア、近距離空対空ミサイル、AIM-92 ステンガーの搭載が可能ですが、MQ-9 リーパーはそれに加えて、レーザー誘導爆弾、ペイブウェイ2を搭載可能となっています。続いて、偵察、監視能力についてですが、もともと偵察機として開発された MQ-1 プレデターは、その偵察、監視能力が革新的であり、人工衛星を経由することで、アメリカ本土から遥か遠くの無人機を遠隔制御が可能です。機種にはカラーテレビカメラ、赤外線カメラ、高性能レーダーが装備されており、偵察用に開発された当初の RQ-1 プレデターは、武装化した MQ-1 プレデターよりも、偵察能力が優れていたとも言われ、飛行音も小さく、敵地へ音もなく忍び寄ることが可能です。もちろん、改良型である MQ-9 リーパーは、
センサー類の性能も大きく向上していて、およそ1万5000メートル上空から情報収集が可能で、リアルタイムで管制基地とのやり取りを行うことができるほか、両翼のハードポイントには兵器だけではなく、広域監視センサーシステム、ゴルゴンステアなどの最新の偵察用装備も搭載可能で、今後はさらに搭載できる兵器が増えるようです。ということで、このような能力を持った無人機に、クリミア近辺をうろつかれたのでは、ロシアとしてはたまったものではないでしょう。特に、春以降の反転攻勢を狙うウクライナにとって、クリミアの奪還は悲願であり、これまでもクリミアのロシア空軍基地に攻撃を仕掛けたり、クリミアとロシア本土を結ぶクリミア大橋を爆破するなど、揺さぶりをかけているので、アメリカからもたらされる情報は非常に重要なものとなっています。それとは逆に、ロシアにとって米軍の偵察機は最も邪魔な存在であり、その対応に苦慮している、というのが現実でしょうね。世界ではすでに、無人機の遠隔操作や完全自律飛行技術は確立されており、AI の搭載なども進んでいくでしょう。しかし、日本での無人機開発及び無人機の運用は大変遅れており、やっと海保で1機のシーガーディアンが飛び始めたところです。今後は、スピード感を持った兵器の開発運用と、情勢に合わせた法律の改正が必須ですね。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。